朝から数字が踊ってるのだ。今日は相場の話が結構熱いのだ。急に目が覚める話ね。私のお財布には優しくない気配だけど。何の話してるの？そんなに上がったなら気になるじゃん。まずはニューヨークの株式市場なのだ。ナスダックと S&P500 が揃って最高値を更新したのだ。S&P500 は500社分の値動きをまとめた指数よね。市場全体の体温みたいなものだわ。つまり一部の会社だけじゃなく全体も強かったってことじゃん。そうなのだ。半導体や IT 大手に買い注文が集まったのだ。中国を訪問中のトランプ大統領に NVIDIA の CEO が同行していたのね。そこが材料になったわ。中国向きの半導体が伸びるかもって見方が広がったんだね。材料一つでここまで動くのすごいじゃん。投資家は先の売り上げを買いに行った感じなのだ。業績への期待が強かったのだ。でも全部が上がったわけじゃないのよ。ダウは67ドル36セント安の49,693ドル20セントだったわ。そこ面白いじゃん。ハイテクは強いのに他は売られるって分かれ方なんだね。イラン情勢が読みにくい中でも半導体には追い風が向いたのだ。みんなもこういう上がり方を見ると景気の強さを感じるかしら。アーシならニュース見るだけで頭が忙しくなりそうだよ。今日は期待と警戒が綱引きしていた相場だったのだ。次はアメリカの中央銀行周りの話なのだ。FRB の新しい議長が決まったのだ。上院がケビン・ウォーシュ氏を承認したのね。賛成54、反対45だったわ。結構接戦じゃん。お金の流れを握る人ってそんなに意見が割れるんだね。FRB は金利を動かして景気を調整する役目が大きいのだ。だから議長交代はかなり重いのだ。トランプ大統領は利下げを求めているけれど、インフレが戻るなら逆に利上げもあり得るわね。利下げって借りるお金が少し軽くなるイメージだよね。逆に利上げはブレーキ強めって感じじゃん。先月の消費者物価指数はガソリン価格の上昇で2年11ヶ月ぶりの高い水準だったのだ。物価上昇、インフレーションが戻るなら舵取りは本当に難しいわね。この先金利がどっちに動くかで暮らしの空気も変わりそうじゃん。ローンや貯金の感じ方にもつながるから見ておきたい話なのだ。みんなもインフレと利下げのどっちを先に意識すると思うかしら。最後は石油の話なのだ。はい、映画。世界の石油供給量が1日あたり1280万バレル減ったと分析したのだ。1日1280万バレルって数字が大きすぎて息が詰まるわね。世界の需要の1割超なのも深刻よ。それだけ減るとガソリンとか輸送の先が気になっちゃうじゃん。生活に響きそうだよね。4月の供給量は1日9510万バレルで2月以降に大きく減ったのだ。ホルムズ海峡の影響が大きいのだ。ホルムズ海峡は中東の石油が通る細い海の道みたいな場所よ。そこが詰まると余波が広がるわ。海の通り道が細いだけでこんなに世界中に響くのちょっと怖いじゃん。在庫も4月までの2ヶ月でおよそ2億5000万バレル減ったのだ。すぐには戻りにくいのだ。しかも価格はさらに変動しそうなのよね。落ち着くまで時間がかかりそうだわ。カーブ島の油膜の話はイラン側が施設からの漏れじゃないって説明してたよね。外国船のバラスト水が関係したという説明だったのだ。他にもイラン外相が B や RICS 会議に出る動きがあるのだ。情勢が動けば石油だけじゃなく外交の話も一緒に追う必要があるわね。こういう時って原油価格が落ち着くかどうかも注目だよね。ニューヨークの話につながるおまけなのだ。あの街はアメリカ最大の都市で世界でも有数の金融センターなのだ。株の話がそこに集まる感じ、確かに似合ってるわね。しかも市内総生産は2015年で6625億ドルで全米最大なのだ。経済の厚みがすごいのだ。街そのものが別格って感じじゃん。数字が大きすぎてピンとこないけど強いのはわかるよ。それに国連本部もあるのだ。
世界の政治や経済の中心みたいに見られるのも納得なのだ。州と同じ名前なのに州都じゃない。っていうのも地味に面白いわね。アメリカ国内ではニューヨークシティと省略されることが多いのだ。短いのに存在感は大きいのだ。ほんと、名前まで強い街だよね。概要欄にも気になった数字をまとめてあるのだ。今日は相場も原油もかなり揺れたわね。面白かったら高評価してくれると嬉しいじゃん。また次回も一緒に見ていくのだ。